どうもグデと申します。今回は陣陽画と玉狐を討伐していきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。まず陣陽画の説明をします。陣陽画の弱点は頭部となっていて、属性は氷属性が弱点です。また陣陽画の特徴は電気を貯めることによって超帯電状態になります。この状態になると攻撃が厄介になるので、極力攻撃を与えて解除するようにしましょう。状態上は爆破がやや有効です。続きまして今回用いる装備の説明をします。武器はマガイマガドの武器に変えました。そして防具は腕と腰をアンジャナフの装備に変えました。ステータスはこのようになります。では早速陣陽画討伐へ向かいましょう。まず突進です。この突進後、雷光柱が待っているときは多面モーションに入ります。待っていないときはまた別の行動をします。で、超帯電状態になっている場合は突進後背中で攻撃をします。次は尻尾へ叩いた後腹で滑る攻撃です。この尻尾へ叩くのはするときとしないときがあります。超帯電状態になっている場合は雷を帯びます。次は尻尾を回転させる攻撃です。陣陽画の後ろ足の左側にいると当たらないです。次は腕を叩きつけた後に電気を貯める攻撃です。この腕を叩きつけた後の電気を貯める行動の時に必ず頭に攻撃を与えましょう。次は角で攻撃した後、連続で腕を叩きつける攻撃です。怒っていない時はこのように2回連続で行います。また、避ける際のコツは背を向けて走ると当たってしまうので、陣陽画の腕の斜め前に回避してください。超帯電状態になっているときは腕を3回連続で叩きつけてきます。次は角で攻撃した後尻尾を叩きつける攻撃です。横に回避すれば避けれます。次はタックルです。横に範囲が広いので注意しましょう。超帯電状態ではタックルをした後に腕を叩きつけてきます。次はジャンプ攻撃。陣陽画と距離を取っているとしてきます。次は電気の玉を放つ攻撃。電気が溜まっているときはこのように4個放ちますが、電気が溜まっていないときは片方の2つの玉しか放ちません。次は陣陽画から一直線上に雷を落とす攻撃。この攻撃の後は吠えるので攻撃を仕掛けましょう。次は陣陽画の必殺技。陣陽画の目の前にいると当たってしまいます。またこの攻撃の後は攻撃チャンスとなっています。まず先制攻撃を与えましょう。陣陽画戦の主な立ち回り方は頭が弱点なので頭を狙いましょう。あと電気を貯める時とか隙があるのでそこで頭にため切れを与えていくといった形になります。あと突進後このように雷光柱が待った場合はために入ります。この時に顔面に攻撃を与えておきましょう。
この攻撃は距離を離しておくか、陣容画の後ろ足の付近におれば当たりません。でこれを待ったのでために入ります。この尻尾を叩いてから腹滑りをする攻撃は尻尾を叩かない時もあります。おそらく尻尾の近くにいると尻尾へ叩いてきます。これが尻尾叩きのモーションがない腹滑りですね。で一番危険な攻撃はこの角の攻撃です。これがなかなか避けるのが難しくて、気づいたら体力が少なくなっているということもしばしばあります。そろそろ超帯電状態になりますので注意しましょう。一つやりきりました。これで超帯電モードになりました。この超帯電モードになった時に何回か攻撃を加えると解除することができるので、ビビらずに攻撃を与えていきましょう。ここは一発攻撃。これで怒りモードになりました。この怒り状態は超帯電状態の時しかならないので、この超帯電状態が解けると怒り状態も解けるといった仕様になっています。で解けました。もうこの状態になると弱いので、あとは蹂躙するだけです。気絶しましたね。これ当てたかったところですね。この腕で叩いてくる攻撃は斜め前に動けば当たりません。絶対に背を向けて走るのだけはやめてください。追いつかれるので。これで陣容が討伐完了です。続きまして玉狐の説明をします。まず弱点は頭部となっています。そして属性は部位によりますが、雷と竜が弱点です。また玉狐の特徴は泡の攻撃が非常に厄介で、もし泡状態になってしまうと転びやすくなってしまいます。またこれは玉狐も同様で、
泡状態になっていると転びやすくなっているので、攻撃をバンバンと与えていきましょう。状態上は爆破が有効となっています。続きまして今回用いる装備の説明をします。防具は頭装備と胴装備を陣王画の装備に変えました。この装備スキルの力の解放がぜひともつけておきたいスキルで、条件にもよりますが、大型モンスターと出会ってから2分45秒経過すると、会心率アップとスタミナ消費量が減少します。ステータスはこのようになります。では早速、玉三常討伐へ向かいましょう。まず噛みつきです。怒っていないときは1回だけです。怒っていると2回噛みつきます。次は2連続で泡を出す攻撃です。泡に当たって泡状態になってしまうと厄介なので絶対に当たらないようにしましょう。次は尻尾を叩きつける攻撃です。尻尾を叩きつけるまでのためが長いので結構わかりやすい攻撃だと思います。次は引っかきです。これも引っかくまでのためが長いので結構わかりやすい攻撃だと思います。次はサマーソルト。同時に泡も出るので注意しましょう。次は回転して泡を出す攻撃です。次は尻尾を回転させる攻撃です。丸6と違う点は、丸6はその場で回転するだけですが、こちらはプレイヤーの方に向かってきます。次は腹滑りです。両手を上げるので分かりやすいと思います。横に避けておきましょう。次は水ブレス。結構範囲が広いので前には立たないようにしましょう。次はジャンプ回転攻撃です。してくる前にビューンと音がするのでそれが合図となっています。あとこの攻撃の後はチャンスとなっています。次は突進攻撃。これは2回連続で突進してきます。あとこの攻撃の終わりにはチャンスとなっています。次は水ビーム。まず前に放った後横に投げ払います。急にやってくるので注意しましょう。次も水ビームです。こちら横に滑りながら水ビームを放つといった形になります。この攻撃の後は吠えるのでチャンスとなっています。次は玉三常の必殺技。まず泡を出した後、回転しながら水ビームを出すといった形になります。こちらは近くにいると危ないんで、離れておくことがいいと思います。あと終わった後は隙があるので攻撃を仕掛けに行きましょう。
まず先制攻撃を与えましょう。玉光戦の主な立ち回り方は頭が弱点なので頭を狙いましょう。またこの泡で普通の色のものと赤色のものと緑色のものがあると思うんですけど、赤色のものは当たると攻撃力が上がります。そして緑色のものは当たると体力が回復します。でも当たってしまうと泡やられ状態になってしまうので、極力当たらないようにしましょう。転倒しましたので頭に強攻撃を与えていきます。これで怒りましたね。ここで玉狐の背中から泡が出ていると思うんですけど、これは玉狐が泡やられ状態になっている証拠です。この泡やられ状態になると転びやすくなっているので、ビビらずに積極的に攻撃を与えていきましょう。ヒューンって打ったらジャンプして回転攻撃を仕掛けてくる証拠です。これも避けるとかなり攻撃チャンスとなりますね。これは横に滑りながら水ビームを放つ攻撃です。この攻撃の後も攻撃チャンスですね。避けれない時は緊急回避しましょう。で再びこけました。この攻撃は横に避ければ大丈夫ですね。で頭に強攻撃を与えます。で再びこけました。泡に当たってしまったので泡やられ状態になってしまいました。この状態でもう 2,3 回ぐらい泡に当たってしまうと重度の泡やられ状態になってしまい、動きが取りづらくなってしまいます。で再び転びました。このように玉狐は攻撃を畳みかければすぐ転ぶので、慣れれば非常に弱い敵だと思います。これで瀕死状態になりました。で逃げましたね。で頭に強攻撃。これで玉狐討伐完了です。いかがだったでしょうか。陣王がは電気を貯めている最中にどれだけ攻撃を与えれるかが鍵となっていて、玉狐は泡状態の時にどれだけ攻撃を与えることができるかが鍵になっています。次回はリオレウスとオロミドロを討伐していきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。